はいどうも皆さんこんにちは。サーディーの河野玄斗です。今回扱う一橋大学のこの整数問題。実はね、この問題の中に整数問題で重要となる3つのパターン、重要な3つの考え方が全て含まれてるんですね。なので、この問題をしっかりと理解して整数問題を得点源にしていきましょう。それでは問題。m3 乗プラス1の3乗イコール n3 乗プラス10の3乗を満たす2以上の整数 mn を求めようと。こういう問題ね。方程式。これを満たすような整数を求めてあげてくださいねと。この問題の背景にはですね、実はタクシー数っていう、すごいね、面白い性質を持った数がね、背景にあるんですけど、これについては最後に話していきます。まずはですね、整数問題なわけだから、必ず3つのパターンを常に思い浮かべてほしいのね。その3つのパターンっていうのはこれ。この3つ。丸1、不等式で範囲の絞り込み。丸2、因数分解で積の形。丸3、余り倍数を利用する。この3つはもうめちゃめちゃ重要。もう永久保存版ね。なので、必ず3つ、常に暗唱できるようにしておいてください。この3つを常に念頭に置きながら整数問題を解いていくわけね。ということで、この問題見ていくと、m3 乗プラス1の3乗イコール n3 乗プラス10の3乗。まずはね、整理してあげようと。例えば m プラス1イコール n プラス10っていうのがあったら、ね、m-n イコール9っていう風にしたくなるよね。それと一緒で、こいつも m3 乗引く n3 乗イコール10の3乗引く1の3乗、1000引く1で999という風になる。こっからがスタートなわけね。m3 乗引く n3 乗イコール999。ここで、この3つのポイントのうち、因数分解で積の形っていうものが使えるわけ。どういうことか。これね、左辺因数分解できるでしょ？ m3 乗引く n3 乗っていうのは、簡単に因数分解できるなっていうことがわかる。このね、因数分解すると何がいいかっていう話なんだけど、m-n を a、m2 乗プラス mn プラス n2 乗イコール b というふうにします。で、この a×b が999みたいな定数。あるいはね、素数とかもね、かなり、強力に使えるんだけど、定数、はたまた素数の場合っていうものはどういう風になるかというと、簡単な例で言うとね、AB イコール3っていうのがあったとしたら、A が3、B が1、あるいは A が1、B が3、あるいは忘れちゃいけないのが、これマイナスね。マイナスの場合もあるよね。マイナスの場合、この4パターンに絞られますよということがわかるわけ。だからね、めちゃめちゃこの因数分解で積の形っていうのは強力なわけね。かけて定数、あるいはかけて素数っていうものはめちゃくちゃ強力。じゃあ今回の場合で言うと、999っていうのは 9×111 でしょ？で、この111っていうのは各位の数の和が3なわけだから3の倍数で 3×37 に分解できる。すなわち999っていうのは3の3乗 ×37 になるわけ。とすると、この3の3乗 ×37 を A と B に分解してあげれば OK。ということで、1、999、3、333みたいなね、たくさん出てくるよね。たくさん出てくる。たくさん出てきすぎるな。しかも、これ、プラスマイナス。これね、プラスの場合だけじゃなくて、マイナス1、マイナス999の場合も、たくさん出てきちゃって、これ、もう全部考えるのは無理だっていう風になるわけ。でも初めの第一歩としてはすごく重要。じゃあ、このね、それでもまだあるたくさんの候補っていうものをさらに絞っていくために、この丸1とか丸3っていうものが存在するわけね。順番に見ていくと、丸1は不等式で範囲の絞り込み。ね、不等式を使ってあげる。これは基本的な考え方なんだけど、例えば、これ m-n。m3 乗引く n3 乗は999なんだったら、絶対 m と n、M の方が大きそうだなっていうのはわかるよね。M と N が整数なわけでしょ？ M と N が整数。この時点で M3 乗引く N3 乗が正の時、M の方が N より大きいということがわかるわけね。このね、証明方法としてはこれでいいのかなというふうには思うんですけど、より厳密にする場合は、この M2 乗プラス MN プラス N2 乗ね。これくくってあげたものが、これ、平方完成してあげると、こういう形になって、常に正ということがわかるので、m3 乗 -n3 乗が正であれば、m2 乗プラス mn プラス n2 乗で割ってあげた m-n も正だよねっていうふうに言える。こういうことで、m-n も m2 乗プラス mn プラス n2 乗も正ということがわかるので、このマイナスの候補っていうものが全部消えてくれるわけ。ただそれでもまだね、正の整数の場合だけでもかなりの候補があるから、さらに絞っていきたいなっていうふうになるわけね。
ということで、またね、不等式で範囲の絞り込み、また絞り込めないかなっていうふうに考えると、m-n と n2 乗プラス mn プラス n2 乗。なんか b の方が大きそうだよね。なんか大きそうだなっていうのはなんとなく想像つく。まあわかりやすい例で言うと、m-n と m プラス n。これどっちの方が大きいのって言われたら、n が正の整数であれば、こっちの方が大きいに決まってるよね。みたいなノリ。m-n よりこっちの方が大きそうだな。でもね、これ比べるの難しいなっていう風になるわけなんだけど、a と b 自体を比べる必要はないよね。っていうのも、これ、a と b じゃなくて、a2 乗と b っていうものを比べてみましょう。そしたらね、面白いことがわかる。a2 乗っていうのは m-n の2乗。これは m2 乗マイナス 2mn プラス n2 乗になるわけなんだけど、これっていうのは明らか m2 乗プラス mn プラス n2 乗の方が大きいよね。すなわち、a2 乗っていうものは b よりも小さいと。こういう不等式が成り立ってるんだよということがわかるわけ。これによってね、かなり絞られるのね。a の2乗よりも b の方が大きいということは、まあこのね、27の2乗と37比べたら当然こっちの方が大きくなっちゃうからダメなわけね。まあこいつらは全部ダメになって、結局残るのは1の2乗よりも999の方が大きいし、3の2乗よりも333の方が大きいし、9の2乗よりも111の方が大きい。この3つのパターンしか残らないね。よろしいかな。こんな感じで m-n と m2 乗プラス mn プラス n2 乗の組が3つに絞られた。まあここまで来ればね、あとは地道にそれぞれ m と n の値を求めてあげてもいいんだけど、実はね、もうちょいね、絞る方法があるわけ。それが残りの3つ目。あまり倍数を利用する。この丸3番でですね、範囲の絞り込みをするっていうこともできるわけなんですね。どういうことかというと、これ a2 乗と b っていうものを比べたじゃないですか。この a2 乗と b ね。で、その差って何って言ったら、これプラス 3mn なわけね。そうだよね。a2 乗っていうものにプラス 3mn をしてあげることによって b になった。ということは、a2 乗と b の差は3の倍数ということがわかるわけ。こういうふうに倍数に着目してあげる。そうしたら、a の2乗と b の差を見ていくとね。これ1と999の差っていうのは明らか3の倍数じゃないでしょ。一方で9と333の差は3の倍数だし、81と111の差も当然3の倍数になる。ということで、この場合がね、削られるわけ。こんな感じで、ね、うまく絞り込みをしてあげることによって、この2パターンだなっていうことに気づけるわけね。そうしたら、あとは、連立方程式を解いていきましょうと。m-n が3の時、m2 乗プラス mn プラス n2 乗が333の場合、はたまた m-n が9の時、m2 乗プラス mn プラス n2 乗が111。これを解いていけば OK。この連立方程式の解き方は一文字消去でいいんだけど、まあね、上の式を2乗して、ちょっと見やすくしましょう。こういうふうに9、81っていうふうになると、こいつをね、引くことによって 3mn イコール333-9は324、111-81は30っていうふうになるから、mn は108と10というふうになるよね。m-n イコール3の時は mn イコール108、m-n が9の時は mn が10と、それぞれについて整数 mn を求めていきたい。あとはそれぞれについて整数 mn を求めていくと、まず m-n が3の時、すなわち m イコール n プラス3の時。この場合は mn が108なわけだから、これに代入してあげて n プラス 3×n イコール108。n2 乗プラス 3n-108 イコール0っていう風になって、因数分解してあげる。n-9 と n プラス12イコール0。n は2以上の整数だから n イコール9。で、m は n プラス3なわけだから、m イコール12。で、n イコール9という風になるわけです。一方で、m が n プラス9の時、今度は mn イコール10なので、これ代入してあげると n プラス 9×n イコール10。展開して移行してあげて、同じように解いてあげると、n プラス、マイナス1、n プラス10イコール0より、n イコール1とマイナス10っていう風になっちゃうんだけど、どっちもね、2以上じゃないよね。ということで、存在しないと。以上より、これを満たす2以上の整数 mn は12と9ということがわかるわけです。
まあこんな感じで、この式を見たときに、真っ先にね、まずこの3パターンを思い浮かべてあげる。その上で、これ移行して整理してあげたら、因数分解の形イコール定数っていう風にできるな。そうしたらもうかなりね、絞り込むことができる。で、その上で、でもそれでもパターン多いな、さらに絞り込めないかな。で、丸1とか丸3とかを当たっていくと、これね、まず m-n が正だったり、a2 乗と b の大小関係がわかる。ということで、この3パターンに絞れるし、さらに言うと、まだ絞れないかなっていうふうに考えたときに、あまり倍数を利用してあげる。ね。この a2 乗と b の差が3の倍数になるっていう条件を使ってこいつを消すことができるわけね。じゃあ、あとは、まあこのね、2パターンになったらさすがにもう地道に解いていけばいいかっていうふうにね、覚悟を決められると思うので、あとはそれぞれの、方程式を解いてあげて答えを出してあげると、まあこういう流れね。まあこの問題からもわかる通り、最初ね、3パターンっていうのがいかに重要かっていうことが分かってもらえるんじゃないかなと思います。最後にですね、この問題の背景について、m とね、n が12と9だったわけでしょ。12の3乗プラス1の3乗イコール9の3乗プラス10の3乗というものが成り立っている。これはね、まあ、値としては1729というふうになるんですけど、この1729っていう数はですね、タクシー数っていうふうに言われてるね。なぜタクシー数って呼ばれてるかというと、昔ですね、ラマヌジャンっていう、もうね、数学の魔術師っていう風に呼ばれてた天才がいるんですね。天才数学者。このラマヌジャンがですね、入院してる時、友達のハーディっていう人が、お見舞いに来てくれたんですよ。で、その時に、なぜかですね、ハーディが、今日乗ったタクシーのね、ナンバープレート、1729番だったよと。何の面白みもない数だよねっていう風に話したところ、ラマヌジャンは、いやいや、1729ってものすごく面白い数だよと。ね、1729っていうのは、2つの立方数の和で、2通りの方法で表されるものとして最小のものだよっていう風に話したね。どういうことかというと、A の3乗プラス B の3乗みたいに、2つの3乗の形で表されるものの和で表されるものってたくさんあるわけでね。例えば9で言ったら1の3乗プラス2の3乗みたいな感じ。で、それを2つの方法で表されるもののうち一番ちっちゃいものが1729なんですね。それを即座に答えたラマヌジャンがいかに天才かっていうことが分かってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、ね、皆さんも3つのね、整数問題の重要なパターンさえ押さえればこの問題解けましたよね。ということで今後も皆さんが数学の天才になれるような動画をたくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。